今回遊ぶゲームはインデックスルールを使用した750ポイント戦。ミッションについてはこの紬スペシャルミッションデッキを使おう。750ポイント戦はユニットごとに決められたポイントが750以下になるようにミニチュアを集めて戦わせる遊び方で、ミッションデッキっていうのはカードを使って勝利条件や特殊ルールを決めるってやつよね。その通り。ちなみにこのチャンネルのゲームは有料書籍を使わない方針だし、そもそも750ポイント戦には対応してないから公式のミッションデッキは使えないよ。今回のゲームルールを決める3枚のカードはこれ。初期配置は両軍がマップの左端と右端からスタート。目標は自陣に1個と中央に2個。主要任務の目標確保は自陣が 7VP、 それ以外が 5VP 獲得。そしてミッションルールは D6 を振って出目は2、全力移動で2を出すと1ダメージを受けるよ。まあダメージを受けるのは嫌だけど、このルールのために全力移動をためらうことはなさそうね。あくまで不要不急な全力移動は必要ないって感じかしら。そして攻撃側防衛側を決めるダイスロールは僕が防衛側、つまりミニチュアを先に置く側になったのだ。2人に選んでもらった副次目標は説明する時の都合でお互いのロスター紹介の後に説明するね。お次は2人が使うロスターの紹介。ズンダモンのマリーンは4話、メタンのティラニットは5話と同じ内容になりますので、紹介必要ない方は適宜飼育バーかチャプター欄をご活用ください。それじゃあ僕のアーミー、スペースマリーンから紹介するのだ。スペースマリーンは皇帝の息子の遺伝子を受け継いだ人類帝国最強の守護者。指定した敵ユニット1つを攻撃するとき強力なバフを得られる節目の近いという能力を使用できて、追加の能力を得るでタッチメントルールは白兵戦から射撃戦までボーナスを得られて、マリーンの弱点である移動力をカバーする能力を付与するグラディウス特務部隊を選択したのだ。ウォーロードはターミネーターキャプテン。頑強な装甲服と強力な白兵武器で武装したキャプテンで、突撃の判定をリロールできるアビリティと、キャプテンや指揮下のユニットに策略を使うときはそのコストを軽減できるアビリティを持ってるのだ。この能力を生かすためキャプテンには同じく頑強な装甲と白兵戦闘力を持つターミネータースカットを指揮してもらうのだ。そして15ポイントを使ってキャプテンには強化烈士の誉れを付与。この強化を付与すると自身の白兵攻撃が強化されるのだ。次はインフェルヌススカット。強力な逮捕平均距離射撃ができる火炎放射器を装備してるのだ。スカウトスカットは防御力は他のマリーンに劣るけど配置や移動に関する能力を複数持っていて、マリーンに不足しがちな小回りや機動力を補ってくれるのだ。スタンダードベテランはマリーンの精鋭第一中隊に所属していて、節目の誓いの対象にした敵への攻撃を得意とする中距離射撃部隊なのだ。そして回復不能な戦傷を負ったマリーンを棺に収め、頑強なロボットの操縦者として用いるドレッドノート。今回使うバリストスドレッドノートは強力な遠距離射撃が可能な射撃タイプのドレッドノートなのだ。アビリティの攻撃バフは節目の誓いと被る内容だけど、バフの内容は強力だし節目の誓いを使わなくても火力が出るから、これはこれで便利なのだ。私の使うアーミーはティラニット。外宇宙から天の川銀河を侵略しに来たエイリアンの軍勢よ。ウォーロードのスウォームロード様はティラニットの大型指揮個体ハイブタイラントを強化したモンスターで、あまたの歴史的な戦いで指揮を執った伝説的英雄よ。大型ユニットらしい戦闘力に強力な指揮能力を持ってるのが特徴で、策略のコストとなる CP を自分ターンに追加で1点獲得するアビリティと、近くで使用される敵の策略コストを 1CP 増やすアビリティを持っているわ。あとティラニットのシナクスユニットは自身の近くにいる味方にバフをかけることができるんだけど、通常のシナクス範囲は 6MV なのに対してスウォームロード様のシナクス範囲は 9MV になっているわ。220ポイントもかかるだけあって能力が盛りだくさんなのだ。ターマガントちゃんは10体を2ユニット採用。兵数を生かして壁になったり、高い確保力を生かして目標に居座ったりとなくてはならない仕事をしてくれるわ。バーブボーントちゃんは低コストな中距離射撃ユニットで、射撃を当てた相手に移動でバフを付与できるわ。フォンライアンズリーパーちゃんは3体を2ユニット採用。初期配置エリア外に配置する能力を持った高機動の白兵部隊よ。サイコファージちゃんは安めのコストと頑強さが特徴で、移動力が高くて白兵戦もそこそここなせるわ。ゾアンスロープちゃんは強力な武装を持った中距離射撃ユニットで、大型ユニットから逮捕兵まで幅広い相手に対応できるわ。2人のロスター紹介が終わったところで、順番は前後したけどお互いの副次目標を紹介してね。僕の副次目標は
モンスターユニットの撃破時に 2VP とメタンが確保している目標のダッシュ時に 2VP。 私のロスターはサイコファージちゃんとスウォームロード様がモンスターで、大型相手の射撃が得意なバリストストレッドノートもいることだし、この2ユニットの立ち回りはよく考えないと。私の副次目標は敵軍初期配置エリアに自軍ユニット1個の全体が入った時 3VP と、自陣側目標以外の目標で自軍ユニットがアクションをすると 2VP ね。アクションっていうのは初めて聞いたのだ。アクションは射撃フェーズにまだ射撃をしていないユニットができて、そのターンの攻撃行動はできなくなる代わりにカードに書かれている条件を達成すると VP を取得できるっていう行動だよ。メタンのロスターはコストの安いユニットがいっぱいいるから、この副次目標は相性が良さそうなのだ。この副次目標はアクションしたターンの終了時にミッション達成だから、達成が容易なのも好相性ね。それじゃ副次目標の公開とお互いのロスター紹介も終わったことだし、次はユニットの配置をしよう。今回は僕が防衛側だからミニチュアを先に置くのだ。ターミネーター部隊はアビリティ重心攻撃の効果でゲームボード外の予備戦力に配置して、2ラウンド目から条件を満たした好きな位置に配置するのだ。そしてアビリティ浸透戦術の効果でスカウトスカットは初期配置エリア外に配置することができるから、僕は上辺目標にスカウトスカットを配置するのだ。私も浸透戦術でフォンライアンズリーパーちゃんを上辺廃墟裏に置きたかったけど、浸透戦術は敵ユニットと敵初期配置エリアから離さないといけないから、それはできなくなってしまったわね。仕方がないから、このフォンライアンズリーパーちゃんは下辺廃墟の裏に配置。本当はズンダモンの他のユニットの配置を見てから置きたいけど、もう1ユニットいるズンダモンのスカウトスカットを下辺に置かれたらフォンライアンズリーパーちゃんを置く場所がなくなっちゃうわ。それじゃあインフェルヌススカットは左下廃墟内に配置。ここならこの後のダイスロールでメタンが先行になっても下辺のフォンライアンズリーパーから突撃されないし、ゾアンスロープを右下に配置されたとしても車線が通る位置はないのだ。さて、浸透戦術のスペースを確保して一息つけたし、右下にターマガントちゃんを配置するわ。下辺目標の確保とアクション副次目標の達成をしてもらいましょう。悩ましいけどスタンガードベテランは左上に配置。ゾアンスロープが中央から車線を通せない位置を取りつつ上辺の突破を狙うのだ。私はバーブゴーントちゃんを右上廃墟の壁裏に配置。スカウトスカットを右下廃墟の手前に配置するのだ。それじゃあもう1ユニットのターマガントちゃんをコンテナの裏に配置するわ。とうとうドレッドノートの置き場を決めなきゃいけなくなったのだ。さて、上辺と下辺どちらに車線を通すのかしら。ここは左上にドレッドノートを配置。前進すれば上辺廃墟内に入れるし、真下に動けば中央に車線を通せるポジションなのだ。僕の配置はこれで終了なのだ。残りは私の配置ね。スウォームロード様は右上廃墟内に配置。ターミネーターの右上目標奇襲に備えてもらって、サイコファージちゃんは右下隅に配置。ドレッドノートの車線外から下辺の突破を狙ってもらいましょう。もう1ユニットのフォンライアンズリーパーちゃんは下辺端の通路に配置。この位置なら先手を取られてもインフェルヌススカットは射程が足りなくて射撃ができないわ。ゾアンスロープちゃんを右上廃墟の裏に置いて、相手からの車線を切りつつ上辺の射撃線に備えるわ。これで私も配置終了ね。次は先行後攻を決めるダイスロール。私の先行ね。それじゃあメタンのターンの前にスカウトスカットのアビリティ石膏を発動。2ユニットとも廃墟の裏に交代させるのだ。先手なら車線を通して後手なら車線を切れるから本当に便利な能力よね。浸透戦術とセットで持ってるのが偉すぎるわ。そしてターミネータースカットのアビリティテレポート誘導装置発動。敵初期配置エリア以外の好きな位置にトークンを配置して、増援ステップでトークンの 3MV 以内にターミネーターを配置するときは策略即応投入を無料で使うことができるのだ。ユニットの端が 3MV 以内に入ってるだけでいいから見た目以上に広い範囲に置けそうだけど、通常の予備戦力からの配置のルール、敵から 9MV 以上離さなければいけないっていうところは変わらないのね。トークンは確実に配置できるであろう自陣側に配置したのだ。確かにフォンライアンズリーパーちゃんが下辺を突破したとしたらそこは絶好の配置スペースになるわね。Round 1。それと私も発動するルールがあるわよ。第1ラウンドの開始時にデタッチメントルール進行艦隊の能力急速適応を発動するわ。この能力は対歩兵、対大型、対指揮官に対応した3つのモードから1つを選択してそのモードに応じたボーナスを得られるわ。今回は軍政本能のモードを発動。
対歩兵攻撃時にバフを得られるわ。僕の編成は歩兵に偏ってるからその能力は厄介なのだ。相手の編成を見てから決められるのはこの能力の良いところね。指揮フェーズでお互い 1CP 獲得。私はスウォームロード様のアビリティで追加 1CP を獲得して指揮フェーズが終わって移動フェーズ。中央下側のフォンライアンズリーパーちゃんは左下廃墟の壁前まで前進。策略警戒射撃発動。ドレッドノートでフォンライアンズリーパーを射撃するのだ。警戒射撃はヒットロールにペナルティがかかるけどバリストストレッドノートはヒットロールをバフするアビリティがあるし火力も高くてリターンが期待できるからここは勝負に出るのだ。まずは主砲のラスキャノンから攻撃回数2回の1個成功なのだ。セービングに失敗。ダメージはランダムの6点なのだ。余裕で1体撃破されたわ。残りの攻撃は回数4の全部失敗なのだ。いきなり1体撃破されたのは痛いけどこのフォンライアンズリーパーちゃんの仕事は可変を突破して副次目標を達成しながら敵陣を撹乱すること。戦略的には何の支障もないからいいとしましょう。もう1ユニットのフォンライアンズリーパーちゃんは可変廃墟の壁裏に身を隠して目標を踏みつつ次のターンに備えるわ。サイコファージちゃんも可変廃墟の右側面まで前進。その位置だとドレッドノートが移動してもギリギリで車線が通らないのだ。ターマガントちゃん2ユニットは通常移動。それぞれドレッドノートの車線に注意しつつ前進して次のターンの目標確保や重心スペース潰しに備えてもらって、右上の3ユニットは上辺目標を取りに行って接近戦の隙を与えるより自陣側の右上目標を検視したいからここは待機でいいでしょう。このラウンドはズンダモンの動きを見ておきたいわ。移動が終わって射撃フェーズ。あれこのターンはメタンのユニットの中に僕のユニットを射撃できるやつがいないはずなのだ。今回の副次目標のアクションは射撃フェーズ中だからここで使用を宣言するわね。アクションを行うタイプの目標はアクションを行うタイミングと完了するタイミングがカードに記載されてるよ。今回は射撃フェーズにアクションして私のターン終了時にアクションした目標を確保できてたら副次目標を達成できるみたいね。今回は可変目標のフォンライアンズリーパーちゃんでアクションをするわね。確かアクションはこのターンに射撃をしてなくて確保力が1以上あって接敵もしてなければできるのよね。厳密に言うともっと細かくなるけどだいたいそんな感じだね。あとは航空機ユニットもアクションができないっていうくらいかな。航空機なんてのもあるの？ほんと思いつく陛下は何でもユニットになってるのね。射撃が終わって突撃フェーズ。左下のフォンライアンズリーパーちゃんでスカウトスカットに突撃よ。目標値は6でデメは6、ギリギリで成功よ。突撃はされたけど目標値ギリギリなら1体でしか白兵できないのだ。接敵移動でも接敵できないから仕方ないわね。突撃が終わって白兵フェーズ。フォンライアンズリーパーちゃんでスカウトに攻撃よ。攻撃回数は6の成功0個、デメが振るわないわ。よしよし、このターンの白兵戦をしのげたのはでかいのだ。フォンライアンズリーパーは僕の初期配置エリアに入りきってないから副次目標も達成できてないしいい感じに攻撃を受けきれたのだ。さて白兵戦の後は再編移動をしなきゃいけないけど私はここで策略蹂躙を発動。再編移動は本来 3MV しかできないけどこの策略を使うことで 6MV まで移動できるようになるわ。ということはこれによって後ろの接敵してないフォンライアンズリーパーちゃんをスカウトに接敵するわ。白兵戦自体はもう終わっちゃったからできないけどこれでフォンライアンズリーパーちゃんの全体がズンダモンの初期配置エリアに入ったから副次目標達成よ。マースカウトの反撃で全滅したら別だけどね。僕のスカウトは白兵戦装備がないからさすがに厳しいのだ。接敵移動で隊形を組み直して反撃の白兵は回数10回の1個成功。セービングに成功してノーダメージよ。これでターン終了だけど私は両方の副次目標を達成してるから 5VP 獲得できるわ。まだラウンド1なのに目標1個分の VP をリードされてしまったのだ。僕のターン指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。そしてマリーンのアーミールール節目の誓いとグラディウス特務部隊のデタッチメントルール戦闘ドクトリンが発動するのだ。確か節目の誓いは指定した敵1ユニットに対する攻撃にバフが乗って戦闘ドクトリンは全力移動射撃、退却、全力移動白兵の3つのモードを1つ選んでゲーム中使い切りで使用できるのよね。今回節目で選択するのは左下じゃなくて可変目標のフォンライアンズリーパー。そしてドクトリンは全力移動射撃ができる撃滅ドクトリンを選択するのだ。
しまった。全力移動後の射撃を考慮して移動できてないから。可変目標の本ライアンズリーパーちゃんが射撃されちゃうわ。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。インフェルヌススカットは全力移動。デメ3以上で可変目標の本ライアンズリーパーに射撃ができて、デメは4。これなら全速前進して廃墟から出て、可変フォンライアンズリーパーを射程に捉えられるのだ。スタンダードベテランも全力移動。可変目標のフォンライアンズリーパーを射程に捉えるのだ。そしてドレッドノートは交代。左下のフォンライアンズリーパーに車線を通すのだ。左下のスカウトは退却。本当は指揮フェーズに柔軟な戦略を使って退却後の射撃をできるようにしてあげたかったけど、インフェルヌススカットの全力移動にリロール命令を使いたかったから、ここは仕方ないのだ。上辺のスカウトは全力移動。中央通路から可変目標の本ライアンズリーパーに車線を通して移動が終わって射撃フェーズ。コンパと戦の時はユニットの殲滅に目が行き過ぎて遅れを取ったけど、今回は反省を生かしてユニットを効果的に殲滅させてもらうのだ。まずはドレッドノートで左下の本ライアンズリーパーに射撃。策略、高速再生、発動。本ライアンズリーパーちゃんに痛みを知らぬモノロクプラスを付与するわ。このドレッドノートの攻撃を受け切れればスタンバードベテランの攻撃も吸えるからかなり美味しいけど、ラスキャノンが2発命中。セービングに両方失敗。ダメージは合わせて12点なのだ。そんなのどうしようもないわ。全滅よ。次は中央のスカウト、スタンダードベテラン、インフェルヌススカットで可変目標の本ライアンズリーパーを射撃するのだ。スタンダードベテランの攻撃には策略、火の嵐を発動してバフをかけるのだ。攻撃回数は合わせて36回の18個成功。火の嵐や節目の誓いのバフが効いてるわね。セービングに11個失敗。2ダメージの武器も被弾したからこれで全滅よ。突撃はなしで僕はこれでターン終了なのだ。Round 2. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。スウォームロード様のアビリティで追加の 1CP を獲得して、作戦目標は右上確保で 7VP 獲得。さて、可変のフォンライアンズリーパーちゃんを落とされたのは手痛いけど、なんとか立て直していかないと。とりあえずこのターンやらなきゃいけないのはターミネーターの上辺と右下への重心阻止。上辺目標に配置されたら VP を稼がれながら移動と突撃で右上を突破されるし、右下に配置されたら可変の部隊が打撃を受けながら接敵されてしまうから、ズンダモンに可変を突破する隙を与えてしまうわ。逆にターミネーターの奇襲さえしのいでしまえば現状の VP 差を生かして逃げ切れるはずよ。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ゾアンスロープちゃんは右上廃墟内部に前進。これで上辺廃墟に車線を通せるようになったわ。そっか、ターミネーターを配置するのは増援ステップだから、移動フェーズが移動ステップ、増援ステップの順に進んで、その後に射撃フェーズが来るから、ターミネーターが即応投入で上辺廃墟に配置されたらゾアンスロープちゃんで射撃できるわよ。バーブボーントちゃんは前進。ターミネーターの重心スペースを潰しつつインフェルヌススカットに車線を通すわ。確かバーブボーンとは射撃を当てた相手に移動でバフが入るから、これでターミネーターを上辺目標に置いたらゾアンスロープから射撃された上にバーブボーンとにしか突撃できなくて、返しのターンでスウォームロードに突撃されちゃうから、ターミネーターを使っての上辺突破はちょっと難しそうなのだ。右下のターマガントちゃんは全力移動。コンテナの上に登って右下の重心スペースを潰してもらって、サイコファージちゃんは前進してインフェルヌススカットへの突撃を狙うわ。警戒射撃はあるかしら？僕が使うのは警戒射撃じゃなくて策略、分隊戦術なのだ。この策略は敵が近くで移動を終了した味方の歩兵に使用できて、使用した味方を D6MV 移動させることができるのだ。デメは6。待って、そのデメはまずい。インフェルヌススカットを廃墟の壁裏に移動。白兵攻撃ができる距離は 1MV だけど、インフェルヌススカットは壁の 1MV より距離を離してるから壁越しの接敵はできないのだ。瓦礫の裏に隠れられるくらいなら突撃にリロール命令でごまかせたけど、廃墟の裏に隠れられるとどうしようもないわね。スウォームロード様は全力移動。可変廃墟の裏に向かって前進してドレッドノートの車線を切れる位置は保ちながら上辺と可変どちらにターミネーターが来ても対応できるようにするわ。可変のターマガントちゃんは可変廃墟内に移動。私の移動はこれで終了よ。移動の後の増援ステップで僕は策略、即応投入を発動。中央通路の左側にターミネータースカットを配置。策略のコストはテレポート誘導装置トークンの効果でゼロになるのだ。上辺目標は諦めてくれたようね。
次のターンの VP は稼げないけど、この位置なら右上のバーブゴーントとゾアンスロークから撃たれないし、可変目標を取れるなら VP 的には問題ないのだ。移動が終わって射撃フェーズ。とりあえず可変目標のターマガントちゃんはアクション。これでターン終了時に 2VP を獲得できるわ。次はサイコファージちゃんの射撃だけど、突撃はできなくても車線は通ってるから、インフェルヌススカットを撃ちましょう。攻撃回数は6の3個成功。セービングに2回失敗して1体撃破されたのだ。よしよし、ここで1体落とせるのはありがたいわね。他に射撃できる子がいないから突撃フェーズね。サイコファージちゃんの突撃だけど、インフェルヌススカットへの突撃はさすがに目標値が厳しくて失敗したわ。アクション分の 2VP を獲得して、私はこれでターン終了よ。僕のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。節目の誓いはサイコファージを指定して、一度使ったドクトリンはこの後使えなくなってしまうから、このターンはドクトリンを使わないでおくのだ。左下目標確保で 7VP を獲得して、指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ターミネーターはサイコファージに向かって前進。ターマガントへの射撃とサイコファージへの突撃を狙って、左下目標のスカウトは目標を踏みながら可変のターマガントに車線を通すのだ。ドレッドノートは前進。サイコファージに車線を通しながら1ターンに上辺目標を狙うのだ。インフェルヌススカットは前進してターマガントに車線を通すのだ。策略、警戒射撃発動。サイコファージちゃんでインフェルヌススカットに射撃を。攻撃回数は6回で4個成功。セービングに全部失敗して2体撃破されたのだ。サイコファージの攻撃回数は D6 回のはずなんだけど、さっきから6回攻撃ばっかりするのをやめるのだ。武器アビリティ風車がついてるから、警戒射撃との相性はいいとはいえ、そんなに火力は出ないはずなんだけど、軟化射撃だけでインフェルヌススカットを半壊に追い込んでくれたわね。スタンダードベテランと中央のスカウトスカットは前進。上辺廃墟で車線を切りながらサイコファージとターマガントに車線を通して、移動が終わって射撃フェーズ。ドレッドノートでサイコファージに射撃なのだ。ここは難しいけど、サイコファージちゃんのアビリティ煙幕の効果で策略煙幕を発動。サイコファージちゃんへの攻撃にデバフがかかるわ。サイコファージちゃんが射撃で落ちてくれれば、ターミネーター部隊がこのターンに突撃するのを防げるけど、どうせ落ちない程度に火力を調整されて、その分ターマガントちゃんが余分に撃たれるだけだから、少しでも多くの射撃をサイコファージちゃんで吸って、ターマガントちゃんの生存率を上げておきたいわ。攻撃回数6の4個成功。セービングに2回失敗して痛みを知らぬもので軽減。ダメージは5ダメージ受けたわ。サイコファージは後5ダメージで倒せるから、あとはターミネーターの突撃に任せて問題なさそうなのだ。あとの射撃は全滅するまでターマガントに打ち込むのだ。まずはスカウトで攻撃。策略高速再生発動。ターマガントちゃんに痛みを知らぬもの付与。スウォームロード様のシナプス範囲だから効果がアップするわ。攻撃回数は合わせて10回の5個成功なのだ。セービングに2個失敗して2体撃破されたわ。ターマガントのセービングは成功率が低いはずだけど、廃墟内にいることによる遮蔽ボーナスでうまいこと攻撃を避けられてしまってるのだ。次は中央のスカウトで攻撃して攻撃回数9回の2個成功なのだ。セービングに1個失敗で1体撃破されたわ。さっきから痛みを知らぬものは全部失敗してるけど、ズンダモンの攻撃が振るわないおかげでなんかなってるわね。次はスタンダードベテランの攻撃で回数11の4個成功。セービングに3個失敗3体撃破されたわ。しまった、ちょうど手前のターマガントが打ち切ったからインフェルヌススカットは攻撃が届かなくなってしまったのだ。まあインフェルヌススカットが先に殴ったら私は壁裏のターマガントちゃんを残して、そうしたらスタンガードベテランが射撃できなくなるから、ここは難しいところね。ここはスカウトのブラストを割り切って後回しにした方が良かったのだ。攻撃が余ったインフェルヌススカットはサイコファージを射撃。攻撃回数7で3個成功なのだ。セービングに2回失敗して2ダメージ受けたわ。さらにインフェルヌススカットのアビリティ燃え立つ恐怖発動。攻撃がヒットしたサイコファージはデメマイナス1の状態で戦闘ショックテストを行うのだ。サイコファージちゃんの戦闘ショックテストの目標値は 2D6 で8だけど、スウォームロード様の急務以内にいるから、ティラニットのアーミールールシナプスにより戦闘ショックテストのダイスを1個追加できるわ。本来シナプスの範囲は 6MV だけど、スウォームロード様はアビリティ軍曹意識体の支配。シナプス範囲が 9MV になってるのが生きたわ。デメは14。余裕で成功よ。
この後使われたくない策略があるから戦闘ショック状態にできたら美味しかったけど、これは仕方ないのだ。最後にターミネーター部隊でターマガントに射撃。攻撃回数は合わせて18の10個成功なのだ。セービングに失敗して2体撃破されたわ。射撃が終わって突撃フェーズ。ターミネーター部隊でサイコファージに突撃なのだ。目標値4で出目は3。よしよしよし。まだなのだ。キャプテンのアビリティ帝国の剣で突撃ロールをリロール。今度は7で成功なのだ。スウォームロードに近づきすぎて策略英雄敵介入の範囲内に入らないよう注意して、白兵フェーズ接敵移動をして全員でサイコファージに攻撃なのだ。策略死の狂乱発動。このターンサイコファージちゃんが白兵戦で撃破されても倒される前に白兵攻撃ができるわ。ターミネーター部隊の攻撃回数は合わせて23の13個成功なのだ。セービングに12個失敗。さすがに撃破されたわ。ただし倒される前に死の狂乱の効果で反撃するわよ。攻撃回数6の3個成功。セービングに2個失敗。このままだと1体撃破されるから策略リロール命令で1個振り直すのだ。その策略ちょっと待った。スウォームロード様のアビリティ忌むべき存在感の効果。スウォームロード様の 12MV 以内で使用される敵の策略はコストが 1CP 追加されるわ。キャプテンのアビリティ戦闘天霊でコストを軽減。差し引き 1CP で発動するのだ。今度は成功。ダメージは受けたけど1体も撃破されてないのだ。仕方ないわね。 CP を奪っただけよしとしましょう。サイコファージを撃破したことで僕は副次目標を達成して 2VP 獲得。白兵戦の後の再編移動は部隊全体で可変目標に入って、これでメタンが確保していた可変目標を僕が確保したことで副次目標を達成して 2VP 獲得なのだ。 Round 3. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。スウォームロード様のアビリティで追加の 1CP を獲得して策略無尽蔵の大軍発動。ダメージを受けてるターマガントちゃんの兵数を5体復帰させるわ。これにより可変の確保力は私がターマガントちゃん7体の14に対してズンダモンのターミネーター部隊は6。可変目標は私が確保したことになって VP の獲得チェックは最後に行うから、目標は右上と可変を確保で 12VP 獲得よ。やっぱり前のターンにターマガントを落としきれなかったのが痛いのだ。これで策は出し尽くしたから、あとはウォーロード同士の戦いで決着をつけましょう。かかってくるのだ。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。スウォームロード様は可変廃墟内に前進。節目の誓いで狙われてない今が最後のチャンス。ターミネーター部隊との白兵戦に備えるわよ。右下のターマガントちゃんは全力移動。廃墟で車線を切って次のターンに備えましょう。ゾアンスロープちゃんは右上廃墟の壁裏に移動。次のターンに左上の部隊が車線を通してくるから一旦壁の裏に隠れましょう。バーブボーンとちゃんは待機。次のターンは生き残れないでしょうけどインフェルヌススカットはこのターンに落としきりたいから仕方ないわ。可変廃墟内のターマガントちゃんも待機して移動はこれで終わり。射撃フェーズに入るわ。まずはバーブボーンとちゃんでインフェルヌススカットに射撃。このターン待機したから武器アビリティヘビの効果で攻撃にバフが乗って攻撃回数17の9個成功。セービングに4回失敗して全滅したのだ。よしよし。可変目標のターマガントちゃんはアクションをして右下のターマガントちゃんでターミネーター部隊に射撃。ダメージを期待できる火力じゃないけどスウォームロード様のシナプス範囲にいるから攻撃にバフがかかるし、ターミネーターの1体はサイコファージちゃんが削ってくれてるから一発でも通れば1体倒せるわよ。攻撃回数10回の4個成功。セービングに全部成功してノーダメージなのだ。さすがにそう都合よくはいかないわね。気を取り直してスウォームロード様でターミネーターに射撃よ。攻撃回数4の成功0個。どうなってるのよ。サイコファージの射撃は上振れたんだから勘弁してほしいのだ。射撃が終わって突撃フェーズ。スウォームロード様の突撃は目標値2だから当然成功して白兵フェーズでターミネーター部隊に白兵戦よ。僕は策略軽蔑の鎧を発動。ターミネーター部隊の防御にバフをかけるのだ。策略のコストはスウォームロードのアビリティで増えるけどキャプテンのアビリティで軽減して相殺するのだ。攻撃回数は8回の策略リロール命令で1個振り直して8個成功。セービングは4回失敗で4体撃破されたけど1体残ってキャプテンは健在なのだ。反撃の白兵は攻撃回数10回の
1個成功。セービングに失敗して2ダメージ受けたけど、損害は軽微。糧に勝ったのは私のようね。まずいのだ。可変目標は私が確保してるから。アクションしたターマガントちゃんが副次目標を達成して 2VP ゲット。私のターンは終了よ。僕のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。ドクトリンは退却後も射撃と突撃ができる戦術ドクトリンを指定。節目の誓いはスウォームロードを指定して、あとは策略、柔軟な戦術を使用して、ドレッドノートのドクトリンを撃滅ドクトリンに変更。戦力移動後の射撃をできるようにするのだ。ターミネーター部隊の戦闘ショックテストは失敗したのだ。目標は右下を確保で 7VP 獲得。可変目標の攻防はメタンが優勢。立て直しのために戦力は可変の攻防に振りたいところだけど、そうすると進軍が遅れて VP 差をひっくり返せなくなるから、ここは勝負に出るしかないのだ。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ドレッドノートは全力移動。デメはこれなら全速前進して廃墟を通り抜けるのだ。なるほど。全力移動後突撃のドクトリンが残ってるから、それを使って右上廃墟を突破するつもりね。ドレッドノートの確保力4に対してソアンスロープは3対で3。突撃に成功すれば逆転を狙えるのだ。スカウトも上辺目標に前進してアーブゴーンとへ車線を通して、スタンガードベテランは可変目標に向かって前進。次のターンはターマガントに車線を通せるようにするのだ。スウォームロード様で警戒射撃するか悩ましいけど、ここは CP を防御のために取っておきましょう。左下のスカウトはパイプから少し離れて、スウォームロードが突撃で左下を突破できないように道を塞いで、最後にターミネーターが部隊が退却して移動が終わって射撃フェーズ。スタンガードベテランでスウォームロードに射撃なのだ。策略、高速再生発動。スウォームロード様に痛みを知らぬものを付与するわ。攻撃回数合わせて12回の4個成功。うち2個は会心ウーンズの効果でセービングをスキップなのだ。セービングは全部成功したけど、会心の分の2ダメージは被弾したわ。ターミネーター部隊と左下のスカウトもスウォームロードに射撃。攻撃回数は合わせて18回の成功は5個。そのうち1個はまた会心ウーンズなのだ。アサルトキャノンの分ね。ただ今度は痛みを知らぬものの判定に成功してダメージをゼロに。残りのセービングも成功してノーダメージよ。長編目標のスカウトはバーブゴーンとに射撃。攻撃回数12の7個成功なのだ。セービングに3回失敗して2体撃破されたわ。ドレッドノートはラスキャノンでスウォームロードを打ちたかったけど、ここはバーブゴーンとに攻撃を集中しないと落としきれなさそうなのだ。バーブゴーンとちゃんに進路を塞がれたら、ドレッドノートで右上を突破するプランは破綻するから、そこまでのリスクは負えないわよね。攻撃回数は8回で成功は5個。セービングに2回失敗したけど1体残ってくれたわ。うわー、セービング6プラスは成功しないでくれなのだ。射撃が終わって突撃フェーズ。ターミネーター部隊はスウォームロードに突撃して成功。長編のスカウトは一応バーブゴーンとに突撃したけど失敗して、突撃が終わって白兵フェーズ。ターミネーター部隊でスウォームロードに攻撃。攻撃回数10回の3個成功なのだ。セービングに失敗して2ダメージ被弾。さすがに残り傷数も半分を割ったわね。あと4ダメージで撃破されるわ。だけどズンダモンの反撃もここまでのようね。スウォームロード様の反撃は攻撃回数8回の7個成功。セービングに6個失敗して全滅なのだ。白兵戦が終わってこれでターン終了なのだ。Round 4. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。スウォームロード様のアビリティで追加の 1CP を獲得して、策略、無尽蔵の大軍、レターマガントちゃんを3体復帰。スウォームロード様の戦闘ショックテストは成功。バーブゴーントちゃんの戦闘ショックテストは失敗したわ。目標は可変と右上確保で 12VP 獲得。この後私が負けるパターンって、次のターンに可変か右上のどっちかの目標を確保できなくて、ズンダモンが目標3つを確保するパターンだから、まず防がなきゃいけないのは上辺部隊の突撃。ドレッドノートの突撃はバーブゴーントちゃんで道を塞いでしのぐとして、スカウトの突撃は何かの手段で牽制しないといけないのよね。それと可変目標はターマガントちゃん1ユニットだけだと、節目の誓いで狙われた時全滅する可能性があるから、誰かでフォローする必要があるわね。まあどちらにせよ完全な安全策で逃げ切れる形勢ではなさそうだわ。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。スウォームロード様が移動するけど警戒射撃はあるかしら。スウォームロードが移動した後だと、こいつの策略のコストが増えるアビリティのせいで
防御に策略が使えなくなっちゃうから、策略を使うならこのタイミングしかないのだ。策略、警戒射撃、発動、ドレッドノートでスウォームロードに射撃なのだ。攻撃回数6の全部失敗なのだ。ヒットロールで6を出さなきゃいけないから、なかなか当たるもんじゃないのだ。それでもドレッドノートの高火力な攻撃が当たった時はスウォームロード様が撃破される展開もありえたから、何も起こらなくてよかったわ。移動は上辺目標に向かって前進して、スカウトとドレッドノートへの2部隊突撃を狙うわよ。右下のターマガントちゃんは全力移動、下辺目標の守りを固めてスターンガードベテランの射撃に備えるわ。バーブゴーントちゃんは前進してドレッドノートの進路を塞いで、ゾアンスロープちゃんは廃墟の2階に移動して目標を踏みながら上辺の部隊とスターンガードベテランに車線を通すわ。スウォームロード様が白兵戦で撃破される可能性を考慮するなら、ゾアンスロープちゃんは交代してスターンガードベテランやスカウトの突撃に備えるのが安全策だけど、さすがに考えすぎよね。強力な射撃ユニットが遊んでる方がリスクなはずよ。移動が終わって射撃フェーズ、まずは車線の通ってるターマガントちゃんでスターンガードベテランに射撃。アクションの 2VP よりスターンガードベテランの数を2対以下にしたいから、両方のターマガントちゃんで射撃しちゃいましょう。攻撃回数18の6個成功。セービングに4回失敗で2体撃破されたのだ。おう、グッジョブよターマガントちゃん。次はスウォームロード様でスターンガードベテランに射撃。攻撃回数4の成功は3個。セービングに全部成功してノーダメージなのだ。ターマガントちゃんが上振れた分の揺り戻しがこっちに来たわね。後に射撃。攻撃回数4の1個成功。セービングは全部成功なのだ。だけどヒットロールには成功してるから、バーブゴーントちゃんのアビリティが発動して移動にデバフがかかるわ。ゾアンスロープちゃんはスターンガードベテランに射撃。攻撃回数5の成功1個。セービングに1回失敗して1体撃破されたのだ。射撃が終わって突撃フェーズ。スウォームロード様でスカウトとドレッドノートに突撃。目標値は5でデメは3。まだよ。策略リロール命令で振り直してデメは5、ギリギリで成功。惜しいのだ。突撃が終わって白兵フェーズ。スウォームロード様でスカウトに攻撃よ。攻撃回数8回の5個成功。セービングに3個失敗して3体撃破されたのだ。反撃の白兵はドレッドノートとスカウト合わせて攻撃回数9の2個成功。セービングに1回失敗して1ダメージ受けたけど、スウォームロード様はまだ健在よ。白兵戦が終わってこれでターン終了ね。僕のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。戦闘ショックテストは成功して VT は上辺と左下で合わせて 12VP 獲得。スウォームロードのアビリティのせいで策略によるカバーもできなくて、現状の盤面だと僕が下辺と右上の目標を取る手段がないから、メタンが次のターンに取れる VT は目標の12点と副次目標の2点、合計の VT は54になるけど、僕の VT は仮にスウォームロードを倒せても上辺と左下の合わせて 12VT と副次目標の 2VT、 合計の VT は44にしかならなくて負けが確定したから、ここで投了なのだ。2人ともお疲れ様。いいゲームだったね。今回の感想戦だけど、まずは私から。初期配置とラウンド1の移動だけど、グラディウス特務部隊のデタッチメントルールで全力移動後の射撃や突撃ができるっていうのを失念してたわね。後分隊戦術みたいなこっちの移動の後に移動する策略も突撃のプランが崩れるからちゃんとケアしなきゃダメね。今回のサイコファージちゃんの仕事はターミネーターを可変に追い出すことだからまだ良かったけど、突撃の成功が絶対条件の時にこのミスをしたら目も当てられないわ。あとドレッドノートに狙われたフォンライアンズリーパーちゃんに高速再生を使ったのも良くなかったわね。ドレッドノートの武器は高ダメージのものが多いから、傷が3しかないフォンライアンズリーパーちゃんにダメージを軽減する痛みを知らぬものをつけてもほとんど意味がないわね。2ラウンド目の防御策略の使い方も怪しかったし、この辺りは何度やってもなかなか慣れることができないわね。僕の方は2ラウンド目のサイコファージの対処を間違えたのだ。サイコファージは大型ユニットだから廃墟の壁を通り抜けることができなくて、射撃攻撃も貧弱だから、ラウンド3でやったみたいにスカウトでパイプの裏を塞いであげればサイコファージを立ち往生させることができたのだ。なるほど。それで手が空いたターミネーターを上辺の突破に使われたらかなり危なかったわね。パイプや廃墟の壁の裏にユニットを置いて相手の突破を防ぐ状況はかなり多そうだから、今後も見落とさないように気をつけたいのだ。
動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルではウォーハンマーの対戦譜動画を毎週投稿していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。